はい、おまけ動画です。インジェクターの詰まり取るのに、これワイヤーインジェクターってやつですか。要はワイヤー式のブレーキだったりクラッチだったりに油をくれるやつですね。それをここ同じようにね通してあげて、確かねここの径がね CRC のこの口が一番合うんで、これ CRC の口とノズルつけてます。でこれでワイヤー通してワイヤーじゃねえインジェクターに挿してあげて、とりあえずねブレーキクリーナーこんな感じでね出ます。でお尻からもね出ちゃうんで、お尻は指で押さえてください。でやるとさらにこんな感じで結構いい感じで出ます。こんな感じで抜けます。インジェクターの掃除しようと思った時に思いついてたんですけど、いざやろうとした時にはすっかり忘れてました。で撮影が全部終わって思い出したんで、とりあえずまだねインジェクターを開く環境にはあったんで、もう一回動画に撮ってみました。こんにちは、秘密基地モータースの田本です。今回は前回やったねこのインジェクターの清掃の続きになります。噴射量をね測ってみたいと思います。でその噴射量を測るためのねちょっとした装置を作ってみたいと思います。で前回の時になんか抜けが悪いやつがあるっていうことで、RB の方をやったんですけれども、その後ね、こっちもね同じようなことをやって全部もう一回やり直してね、この中開けた状態で吹いてあげて、全部同じぐらいの量、目分量で同じぐらいの量が出るようになりました。でその量を見た時にはもう測んなくてもいいかなとも思ったんですけど、機材なんかもね発注とかしちゃった後だったんで、せっかくなんでやってみたいなと思います。秘宝です。軽量用のメスシリンダー、自分の不注意で倒して割ってしまいました。せっかくねガラス製で使い回しもねできるかなと思ってたんですけど、残念なことにこんなになっちゃいました。でもうしょうがないんで、安物の樹脂製のメスシリンダーを購入しました。で樹脂製だとねガソリンとかやっちゃうと多分色白っちゃけちゃったりとか曇ってきたりとかして、もしかしたらね一回こっきりで使い捨てになっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと値段考えた時にそんなに何回もやるような作業じゃないんで、とりあえず一回樹脂製にしてみました。まず装置作るんですけど、これデリバリーパイプですね。 RB 用です。別に RB 用じゃなくてもよかったんですけど、できればねリターンがついてるやつが欲しかったんで探してたところ、これが、ヤフオクで800円で出てたんでこれにしました。でこれにこういうのがあるんで、これをここにくっつけてタップ立ててやって、こうくっつけてあげて、ホースでねこういう風にくっつけてやれば噴射テストはできるかなという寸法です。じゃあそんな感じでねこれ加工していきたいと思います。加工の工程はスキップします。ということで噴射テストキットが出来上がりました。できればねここ調整式つけたかったんですけど、ちょっと手持ちで持ってたのがなんかニスモかなんかのやつで、ここにアダプターつけてホースでつながないとできないやつだったんで、とりあえずね純正つけました。であとホースつないで、これはリターンなんでこのままホース切りっぱなしです。でこっちはこのまま、燃料ポンプに行くんですが、これね34用かな、なんかの燃料ポンプで、スカイラインの GTR だとみんなポンプから直接フィルターじゃなくってホースでつながってフィルターに行くんで、これすごく都合良かったです。なんでこれを蛍光管のねこの口から入れてあげて、リターンもね同じように入り口から入れてあげて戻してあげれば、この中から循環していく予定です。でとりあえず電源は1本ずつしか入れません。なんであとはもう漏れのテストにちょうどなるかなっていう感じで使っていきます。で割っちゃったんでね
プラスチック製のやつ買いました。こんな風にねセッティングしてみました。浮かせた状態でビーカーを置くとこんな感じでね、高さ稼いでます。で粘圧もねどうせなら測っといた方がいいかなとも思ったんで、粘圧計もつけてみました。でポンプ来て、ポンプから吸い込みで、こっちがリターンですね。じゃあとりあえずバッテリーつないでね、粘圧かかるかを測ります。で今こんな感じですね。で一回ね試しで通してみたところ、シールテープ巻かなかったら漏れました。なんでシールテープ巻いてます。ペーパーピッチなんでね、もしかしたら大丈夫かななんて思ったんですけどダメでした。で今年本動いて、粘圧はこんな感じですね。で、今 3.4 キロ。じゃあこんな感じでね噴射テストからやってみたいと思います。まずねインジェクターにカプラーさします。燃料ポンプを動かして燃料動きました。じゃあねマイナス端子を落としていきたいと思います。後ろに黒い紙を置いたんですけどあんまり意味ないかな。とりあえずこんな感じで1個目 OK。 はい、じゃあ2個目いきます。こんな感じですね。はい、3個目いきます。4個目いきます。これも綺麗に出てますね。じゃあこれねとりあえず全部 OK だったんで、続いては容量テストをやってみたいと思います。では用意スタート。5、4、3、2、1ストップ。はい、1本目350ぐらいですね。粘圧の方はね 3.4 かかってます。粘圧の差でどれぐらい違うのかはねよくわかんないんですけど、とりあえずこれ基準にして次移ります。はい、じゃあ2本目いきたいと思います。では用意スタート。はい、2本目もね、340cc ぐらいですか出てますと。あと残りの2つもね同じようにしてやってみて、同じ量が出てればね、無事完成という具合になると思います。じゃあ続けてやっていきます。3本目も同じですね。で今ねこうやって燃料が吹いてる状態で粘圧は、3.3 キロぐらいですかね。パスカル。こんな感じですね。4本目もね同じ量出てます。こんな感じで無事4本ともきれいに洗浄ができましたということで、続いてはこちらのね、こっちが本命なんですけどね、頼まれた方がしっかりやんなきゃいけないと思うんで、こっちは完成したんでほっとしてます。 GTR のインジェクターもね今全部つなぎ終わりました。でドロッピングレジスターを通しています。まずはね噴射テストの方をやってみたいと思います。6本目いきます。
こんな感じで結構綺麗に吹いてると思います。で次はね、容量チェックしたいと思います。はい、1本目やったんですが、録画されてませんでした。でとりあえず今680ですね。とりあえずこれを基準として同じ量吹いててくれればね、いいかなと思います。なんか余計なもの触っちゃうんですかね。またしても吹いてる映像が撮れてませんでした。というわけで2本目も同じく480ありました。400じゃねえや、680ありました。ということで次いきます。次こそは撮る。よーい。ちょっとフライングしちゃった。はい。3本目も670ちょいあります。80弱ぐらいかな。もう見ると。若干の誤差はあるんですけど、許容範囲でしょう。というわけで次いきます。はい、4本目、ちょっと足んなくて670ぐらいですかね。はい、5本目も680あります。5本目ですね。5本目も680ありました。はい、最後の1本もね675ぐらいですかねに収まりました。ということで、6本ともね全部 OK です。こんな感じでねインジェクターの方のテストできました。6本とも誤差範囲のレベルだと思います。とりあえず開通もしましたし、綺麗に吹いてると思います。本当はね3号 GTR 用のね穴いっぱいボコボコ開いてるやつに変えたいなっていう気はあるんですけど、高いんでこれやってもね全然インジェクターがラチ開かなければ買おうかなとは思ってたんですけど、こんな感じでね治っちゃったんでこれつけたいと思います。参考になるのかな、わかんない。やってみようと思った人はやってみてください。おもちゃみたいなね超音波洗浄機ですが、超音波洗浄機が良かったのかキャブクリーナーが良かったのか何が良かったのかは分かんないんですけど、最終的にねこういった点検やって均一な量が出てるんで特に問題はないでしょう。ということで、今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。もしよかったら評価ボタンも押してください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。